こんにちは、アレスチャンネルです。今回は投資で一番大切な20の教え。著者のハワード・マークスさんはオークツリーキャピタルの会長です。このオークツリーキャピタルは運用資産約10兆円の投資会社です。金融の世界では非常に有名な方ですね。今回はこの20の教えの中から抜粋して特に重要な3つの教えとしてご紹介します。早速見ていきましょう。二次的思考を巡らす。優れた投資家としての技量をもともと持っている者などほとんどいない。中には習得できる者もいるが、誰もがそうなのではない。そしてある状況で有効な投資アプローチがあらゆる状況で通用するわけではない。その理由は単純だ。普遍的な法則などないのである。投資環境はコントロールできないし、全く同じ状況が繰り返されることは稀だ。市場を大きく動かすのは投資家の心理である。投資家心理は非常に移ろいやすく、相場との因果関係も特定しがたい。経済学と同じく、投資においては科学よりもアートの要素が強い。つまり理路整然とはいかないのである。今心に留めておくべき要点の一つは、経済学が純然たる科学ではないということだ。投資アプローチは固定化したり機械的に当てはめたりするのではなく、直感的に決め、状況に応じて適応させていくことが肝心なのである。突き詰めれば問題は、あなたが何を達成しようとしているかだ。平均的な投資パフォーマンスなら誰でも達成することができる。あらゆる資産を少しずつ買うインデックスファンドに投資すればよいのだ。そうすれば市場全体の動きに連動したリターンが得られる。だがやり手の投資家はその上を目指す。市場に勝つことを求めるのだ。これこそ私が考える成功する投資の定義である。つまり市場を上回るパフォーマンスを上げることだ。これを達成するには幸運か優れた洞察力のどちらかが必要になる。運を頼りにすることは作戦とは言えないため、洞察力に重点を置いた方がいい。他の人よりも優れた思考を身につける必要がある。投資で成功するには物事を正しく見極めることが必要条件だが、それだけでは十分ではない。他の投資家よりも正確に見極める力が必要なのだ。言い換えれば、周りとは違う思考方法を持たなければならない。具体的には、私が二次的思考と呼ぶものである。二次的思考とはどのようなものだろうか。例えば、これは良い会社だから、この会社の株を買おうというのが一次的思考。一方、これは良い会社だ。ただ、今この会社の株は過大評価されていて割高だから売ろうというのが二次的思考である。経済成長率が低下し、インフレ率が上昇する見通しだから株を売ろうというのが一次的思考。一方、景気の見通しは悪いが、他の投資家たちは皆パニック売りしている。だから今が買い時だというのが二次的思考である。この会社は今年減益になると思うから売りだというのが一次的思考。この会社の減益の予想は周りが予想しているよりも小さいと思う。予想よりも悪くない業績が発表されて株価は上昇するだろうから買いだ。これが二次的思考である。一次的思考は単純で底が浅く、誰にでもできること。一次的思考をする者が求めるのは、この会社の見通しは良好だから株価は上がるといった将来に関する見解である。一方、二次的思考は奥が深く複雑で入り組んでいる。二次的思考をするには非常に多くのことを頭に入れなければならない。例えば、今後どのような範囲の出来事が起こり得るか。その中で実際に起こると思うのはどれか。その予想が当たる確率はどれくらいか。コンセンサスの予想はどうか。ここでいうコンセンサスというのは、証券会社や銀行などの金融機関のプロたちが、今年この会社はこれぐらいの利益になるだろうというのを予想している数字のことです。そして、自分の予想はコンセンサスとどう違うのか。今の株価はコンセンサスもしくは自分が考える見通しに合っているのか。コンセンサスあるいは自分の予想が的中した場合、
その株価はどうなるか。このように二次的思考をする場合、脳にかかる負荷は一時的思考よりも大きくなる。そして一時的思考ができる人と違って二次的思考ができる人の数は少ないのである。一時的思考をする者は大抵の他の人たちと同じように考え、大体は皆同じ結論にたどり着く。当然のように、これでは素晴らしい成果を上げることはできない。すべての投資家が市場に勝つのは不可能だからだ。投資というゼロサムの世界で競争しようとするなら、上位半分に入ると思えるだけの根拠があるのか、あらかじめ自問自答しなければならない。平均的な投資家を上回る成績を上げるには、コンセンサスの裏を書く必要がある。問題は、高いパフォーマンスはコンセンサスとは異なる正しい予測からしか生まれないが、コンセンサスとは異なる正しい予測をすることは難しいという点である。他人と違うことをするというのは、それ自体が目的ではなく、一つの思考手段である。他の人と差をつけるには、異なるアイデアを持ち、それを人とは違うやり方で実行するとよい。型からはみ出した行動を取らなければ、人と違う成績を上げることはできない。そして、その判断が優れていた場合にのみ、平均を上回るパフォーマンスの可能性が高まるのだ。要点はシンプルだ。素晴らしい成績を達成するには、資産の価値についてコンセンサスとは違う見方をしなければならず、しかもそれは正確でなければならない。これは簡単なことではない。標準よりも優れたパフォーマンスを達成するためには、標準とは違う見通しを持たなければならない。そしてその見通しは正確でなければならない。周りと違っていて、なおかつより優れていること。二次的思考の特徴を端的に説明するとこうなるだろう。実は多くの投資家は二次的思考の必要性、あるいは二次的思考というものが存在すること自体に気づいていない。誰でも投資で成功できると勘違いしている者は多いが、皆が成功できるわけではない。ただ、一次的思考をする者が多ければ多いほど、二次的思考をする者が享受できるリターンが増えるというメリットもある。常に良い投資リターンを達成するためには、後者の仲間入りをしなければならない。二つ目、バリュー投資を行う。投資で確実に成功するには、まず最初に本質的価値を正確に推計することが必要だ。さもなければ、投資家として成功し続けるという夢は夢のままで終わってしまう。例えば株式で言うと、株に投資する際のアプローチは2つの基本形に分けられる。ファンダメンタルズ分析に基づくアプローチと、株の値動きの研究に基づくアプローチだ。言い換えれば、投資家には2つの基本的な選択肢がある。その株式の本質的価値を推計し、そこから株価が乖離した場合に売買する方法と、将来の株価動向の見通しのみに基づいて投資の判断を下す方法だ。ここでまず後者について説明しよう。私がその有効性を認めていないからだ。この後者の方法はテクニカル分析と呼ばれている。最近ではこのテクニカル分析は昔よりも衰退してきている。その原因の一つはランダムウォーク仮説にあると言える。ランダムウォーク仮説は過去の株価変動が将来の株価の予測に全く役立たないと説く。別の言い方をすれば、株価はコイントスの結果と同じようにランダムに動く。コイントスで10回連続して表が出たとしても、次のトスで表が出る確率はあくまでも 50% だ。同様に、ある株の価格が過去10日間連続して上昇していたとしても、明日どう動くのかはわからないとランダムウォーク仮説は論じる。このテクニカル分析を議論の対象から外すと、2つのアプローチが残る。それはバリュー投資とグロース投資で、共にファンダメンタルズを重視した手法である。簡単に言えば、その会社の本質的価値を推計し、株価がそれを下回った時に買うのがバリュー投資。一方、将来業績が急上昇して価値が増える会社を見つけようとするのがグロース投資である。その会社の価値を決めるものは何だろうか。
様々な要素が挙げられるが、その会社の金融資産、経営者の力、工場や店舗などの価値、特許や人的資源、ブランド力、キャッシュフローを生み出す力。バリュー投資では実物資産やキャッシュフローなど目に見える要素を重視する。経営者の魅力やブランド力など実体のない要素にはあまり重点を置かない。バリュー投資家は利益やキャッシュフロー、配当などに注目し、安いと判断した銘柄を買うことを重視する。したがって、バリュー投資家にとっての第一目標は、その会社の現在価値を定量化し、安く買えるときに株を買うことである。一方、グロース投資の目標は、将来有望な企業を見つけることだ。現在の業績などにはあまり重きを置かず、将来性をより重視する。このバリュー投資とグロース投資の違いを要約すると、次のようになる。バリュー投資家は、現在の本質的価値が今の株価との比較で高いと確信すればその株式を買う。逆に言うと、グロース投資家は将来大きな利益を生み出し、本質的価値が今から急増すると確信すればその株式を買う。したがって、どちらのアプローチを採用するのかは割安感や成長性のどちらかではなく、今日の本質的価値と明日の本質的価値のどちらを重視することではないかと私は考える。グロース投資家は業績拡大が将来的に実現するかどうかにかけ、バリュー投資家は原則として今の企業の価値に基づいて投資判断を下すのだ。もちろん、バリュー投資家が将来の見通しを全く考慮しないということもなく、逆にグロース投資家が今の企業価値を考慮しないということもない。バリュー投資とグロース投資とをはっきりと線引きすることはできない。どちらの場合でも将来性を考慮する必要がある。要するに、何にどれだけの重きを置くかという程度の問題である。グロース投資家は将来を重視し、バリュー投資は現在の価値を重視する。一般的にバリュー投資に比べ、グロース投資は大勝ち狙いが中心となる。グロース投資の打率は低めになるが、一度当たれば大きな利益を生むことが多い。しかし、将来を正確に予測することは極めて困難である。グロース投資は成功した場合にリターンが劇的に増大する可能性がある一方、バリュー投資では成功した場合でもリターンはより安定的である。私はバリュー投資を選ぶ。この本で重視するのはドラマチックさよりも安定性だ。バリュー投資に必要なことは、本質的価値をその会社や債券の本質的価値を正確に推計することにかかっている。そして次に重要となるのはそこからぶれないことだ。例えば一般的な買い物であれば、価格が高くなったものを欲しがる人は少なく、安くなったものを欲しがる人が多い。だからこそセール中の店ではいつもより商いが増えるのである。この法則は多くの場合に当てはまるが、投資の世界に限っては当てはまらないことが多い。多くの人が自分が買った株の価格が下がると、判断を誤ったのではないかと疑い、不安になってしまう。そのため、その株を保有し続けたり、追加で買ったりすることをするのは非常に難しくなる。もしかしたら自分の判断は間違っていて、市場の方が正しいのではないか、と疑問を抱くのだ。下げが止まらない。もっと下がる前に手放した方が良いのではないか。こうした投資家の心理が売りが売りを呼び、大きな暴落を起こすこともある。また、経験が浅い投資家にどんなアプローチで投資しているのかと質問したら、値上がりする銘柄を探していると答えるだろう。だが、利益を追求するなら、もっと形のあるものをよりどころにしなければならない。私の考えでは、ファンダメンタルズ分析に基づいて導き出された本質的価値が最もふさわしい。このバリュー投資に必要なものは3つある。1つは、本質的価値に関する見解を持っていること。2つ目は、その見解を我慢強く持ち続けること。3つ目は、その見解が正しくなければならないという点である。
リスクを理解する。投資を一言で言い表すとすれば、未来に対処することである。将来のことが確実にわかる者などいないから、リスクは避けられない。つまり、リスクに対処することが投資における絶対に必要な要素である。価格が上がりそうな投資先を見つけることはそれほど難しくない。だが、積極的にリスクへの対処を行っていなければ、長く成功し続ける見込みは薄い。まず、リスクに対処するには、リスクを理解し、認識することだ。そして、リスクをコントロールすることである。このグラフを見てみてください。これは投資の世界で当たり前のように出てくるグラフで、リスクとリターンの関係を示したものだ。ここに描かれているのは資本市場線と呼ばれる右肩上がりの線で、リスクとリターンの間に相関関係があることを示している。市場ではリスクが高ければ、その分より高いリターンが生み出されるように価格が調整される。そうでなければ、誰がリスクの高い資産を買うのだろうか。このリスクとリターンの関係を示すおなじみの図は分かりやすさという点で優れているが、残念なことに多くの人がこの図から間違った判断を下し痛い目に遭っている。例えば相場の環境が良い時期にはよりリスクの高い投資をすればより高いリターンをもたらす。もっと儲けたければもっとリスクを取ることだ。このような話を耳にするだろう。だがリスクの高い投資を高いリターンの源として当てにすることはありえない。理由は単純だ。リスクの高い資産が確実に高いリターンを生み出すというなら、その資産は高リスクとは呼べないからである。その資産はすでに高いリスクではないからである。厳密に言うならば、よりリスクの高い資産はお金を引きつけるためにより高いリターンを提示しなければならないとなる。しかし、こうした高いリターンの見通しが実現する必然性は全くない。リスクとリターンの関係をより分かりやすく示すために、この資本市場線に私が手を加えたものがこの図である。リスクの高い投資というのは、先行きがより不確かな投資のことだ。つまり、リターンの確率分布の幅が広い。リスクの高い投資には以下の3つが伴う。高い期待リターン。リターンが低くなる可能性。場合によっては損失が出る可能性。この図のように右に行けば行くほど、つまりリスクを高く取れば取るほど、より高いリターンを手にする可能性も深まりますが、その逆にゼロもしくはマイナスの可能性も高くなっていくということですね。つまり、より高いリスクを取ればより多くの金が儲けられるというイメージを最初の図によって植え付けられたせいで、多くの人が惨めな思いをしてきたのだ。私が手を加えたこの図は少し役に立つのではないだろうか。リスクが高ければ高いほど損失が拡大する可能性も示している。次に重要なことはリスクの定義づけである。リスクとは正確には何を示すだろう。ある学者に言わせれば、リスクとはすなわちボラテリティのことだという。ただ問題は、ほとんどの投資家が気にしているリスクはボラテリティではないと思えることだ。リスクには様々な種類がある。ボラテリティがそれらすべてに関連しているとは考えにくい。理論上、投資家はボラテリティの高い投資についてより高いリターンを求めることになっているが、ボラテリティの高い投資ほど高いリターンを提供するような価格を市場が形成するのだとすれば、そのようなボラテリティとリターンの相関性を求める人々がいるはず。しかし、私はそんな人には出会ったことがない。投資家はボラテリティよりもお金を失うことを懸念して投資を控えるのだと思う。だから私から見ると、価格が乱高下するのが怖いからもっと値上がり余地がある方が良いというよりも、損したくないからもっと値上がり余地がある方が良いという方がはるかに説得力がある。いや、ここで断言しよう。リスクとは何よりもまずお金を失う可能性のことである。ここで
損失が出るリスクがどのような場合に生じるかについて少し説明したい。まず第一に、損失リスクは必ずしも悪いファンダメンタルズから生じるものではない。とても一流とは言えない会社の株や投機的格付けの債券、または立地条件の悪いビルなど、ファンダメンタルズが有料とは言えない資産も十分に安い価格で買えば大きな利益を生む可能性がある。第2に、環境が悪くなくてもリスクは存在する。市場が楽観的な場合、リスクに対する無配慮が大きな混乱を生むこともある。投資で良い成績を上げるには、リターンを生み出すこととリスクをコントロールすること、両方が必要だ。そしてリスクをコントロールするためには、まずそれを認識することが絶対的な条件となる。リスクとは将来好ましくない結果が生じた場合に損失が発生する確率を意味する。リスクの認識は多くの場合、投資家が過度に楽観的でリスクをないがしろにしており、その結果としてある資産を高すぎる価格で買っていると気づくところから始まる。言い換えれば、高いリスクは高い価格とともに訪れる。例えばある株が過大評価されて割高となっている場合でも、相場全体が強気の心理に押し上げられて青天井となっている場合でも、及び腰にならずその輪に加わることがリスクの主因となるのだ。日本でいうとバブル時代の時などですね。バリュー投資家は高いリスクと低いリターンが表裏一体の関係にあると見ている。どちらも高い価格によってもたらされるからだ。したがって個別の株についてでも市場全体についてでも価格と本質的価値の関係性を意識することがリスクにうまく対処する上で不可欠な要素となる。まずはこれを認識することだ。リスクが生じる大きな要因はリスクが低いまたはリスクが全くなくなってしまったという思い込みである。こうした思い込みが価格を押し上げ、投資家をリスクの高い行動へと駆り立てるのだ。アメリカでは2005年から2007年、リスクがなくなったという思い込みが株価をバブルの水準まで押し上げ、後に高リスクだったと判明する行動を投資家に起こさせた。これは投資活動全般において危険なプロセスであるが、残念ながら何度も繰り返される傾向が非常に強い。リスクがなくなったという言葉は特に危険なリスクの根源であり、あらゆるバブルの要因である。株や不動産が確実に利益を生み出すという思い込みから人々は夢心地になる。警戒心や損失への恐れを忘れる一方で、儲ける機会を失うリスクばかりを気にするようになるのだ。このように投資リスクは高すぎる価格によって生まれ、この高すぎる価格は多くの場合、楽観主義が行き過ぎた場合に生じる。私がこの投資の世界に入ってから幾度となく聞いた言葉がある。リスクが高すぎると皆が言うものはどんな価格であろうと買わない。この言葉が私に最良の投資機会をもたらしてくれた。実際、人々はリスクに関してリターンの場合と同じくらい過ちを犯す。今手を出すのは危険すぎるというコンセンサスが幅広く形成されているとき、そのほとんどは間違いである。大抵の場合、真実は全く逆なのだ。投資のリスクは最もリスクがないと思われているところで最も高くなっていると私は確信している。逆もまたしかりだ。誰もが高いリスクと考えている資産の価格は大抵不人気のせいで全く危険ではない水準まで低下する。否定的な見方が広がれば、それは最もリスクの低い資産になり得る。価格に楽観的な材料が何一つ織り込まれていないからだ。こうしたパラドックスが生じるのは、ほとんどの投資家が価格ではなく資産の質をリスクを判断する材料としているからだ。だが、質の高い資産が高リスクに、そして質の低い資産が
安全になることはあり得るのだ。問題はいくらで買うかだ。誰もが飛びつくような意見はリターンが低くなる可能性だけではなく、リスクが高くなる可能性をも生み出すのである。これで本の紹介を終わります。今回は思い切って3つにまとめてご紹介しましたが、この本では20の教えが書いています。ご関心を持たれた方は読んでみてはいかがでしょうか。また次の本でお会いしましょう。